パカパさやサムライダー。早速9月の生活費を細かく紹介していきます。前提として僕たちは長女が食べ盛り、お酒はほぼ飲みませんがお菓子は毎日しっかり食べる4人家族です。ご自身のシチュエーションと重ねてご覧ください。それでは結論からいきましょう。前月の8月は 18,301 リンギット、日本円にして 484,986 円から最新の9月は 11,667 リンギット、309,199 円になり 63% マイナスになりました。8月の大赤字から回復して一安心。固定費は先月と変わりません。前回の動画でたくさんコメントやアドバイスをいただき、無駄はないか最近夫婦で話しています。心配りをいただきありがとうございます。 Thank you all for the warm support。 保険類が2年目に入ってくるので、プラン変更や解約を考えているのと、自動車保険も2年目の更新をしないといけないんですが、少し安くなるかなと期待しています。次に変動費。まず電気代が286リンギット、7580円。先月が過去最高額だったんですが、さらに更新。ドクロマークですね。ちなみに8月までの平均が218リンギット、5700円です。僕がカビが原因の心筋感染症になったので、湿気と汗を防ぐために先月からエアコンを1日9時間ぐらい活用しています。次に水道代ですが、今月は半年に1回の下水道料金を支払いました。48リンギット、1272円。食費は2003リンギット、53000円。過去最低金額でした。万歳マーク。平均が2430リンギット、64,300 円なので結構低くなりました。要因は大きく2つ。1つは8月にまとめ買いした食品を9月に消費することが多かったからです。特にお肉類は冷凍して9月は一切買ってないので、それが結構大きいですね。2つ目は8月の反省を生かして新しい食品に手を出す前に本当にいるという問いかけを意識しました。とりあえず1袋40リンギット、1060円。8月の我が家の贅沢品になっていたフルグラをやめました。とはいえ新しい食品として買ったものもあります。僕が好きなキムチ20リンギット、長女が食べたいと買い出しを頼まれた冷凍ブルーベリー35リンギットと、ご飯ですよ19リンギット、シチューに飽きてきたのでビーフシチュー11リンギット。次に外食は170リンギット、4521円。僕が外出時に一人で食べたものとして、バーガーキング 9.9 リンギットとイオンの惣菜パン 2.64 リンギット。子供のお昼ご飯にイオンのパン 10.95 リンギット。家族みんなで食べたものとして、子供が食べたいといったマクドナルド 63.4 リンギット。妻が食べたいといったケンタッキーフライドチキン 56.45 リンギット。クリスピークリームドーナツ 27.25 リンギット。もはやお菓子やんと言いながらお昼ご飯に。たまにはいいよねと自己肯定。交通費130リンギット、3445円。モールの駐車場代とたまに乗るグラブアプリのチャージ代です。衣服314リンギット、8338円。子供の服がピチピチになってきたので H&M で新しい服を8着買いました。子供が大きくなるのは嬉しくもあり寂しくもあります。それをとても最近痛感しています。美容、妻が僕のヘアカットと娘の前髪も切ったので0リンギット。ヘアカット動画を3分でまとめているものがありますので、まだの方はぜひご覧ください。その他91リンギット、2419円。シャワー電源スイッチがバリバリに割れてしまったので、その交換費用に50リンギット、1325円。レシートを保管する用の茶封筒、醤油差し、子供の遊び工作用の透明テープと、主に掃除用のガムテープ、ピーラー、すべてダイソーで買いました。最後に必需品ではないけれども欲しいものを買った費用としての特別費が初めてゼロでした。8月がかなり跳ねたので倹約意識が働きましたね。では8月と比べた変化に着目してみます。8月9月を比べた変化のハイライトです。食費がマイナス1027リンギット、27,000円ほど減りました。外食がマイナス277リンギット、7,000円ほど。衣服がプラス314リンギット、8,300円ほど増えました。そして医療費、特別費がごっそりゼロになり、合わせてマイナス4,687リンギット、124,230円。前月と比べて合計マイナス6,634リンギット、約17万5,000円。簡単に要因を振り返ります。大きく3つ。1つ目、特別費と医療費がゼロ。これを継続していくのは難しいですが、素晴らしいと思いますので20丸の判定。知足、日々の健康に感謝します。
2つ目、子供の服は最小限に。服が小さくなって買うのはもちろんなんですけど、今ある服を全て出してきて子供自身にしっかり把握させてから服を選ばせて無駄がないようにしました。子供も喜び、出費も最小限に済ませられたので丸の判定。3つ目、ノーモアフルグラとストック商品の消費。単価の高い日本輸入品を買う前の自分への問いかけとして、これ本当にいるっていうのを意識できたのが良かったのと、単純に9月はお肉類を買わずに済んだのが要因です。これも皆さんにコメントや情報いただきましたが、抑えられる食費を抑えつつ少しずつローカルフードにも挑戦していきたいと思います。さて、今月の支出ピックアップは食費のキムチを選びたいと思います。日本でいつも冷蔵庫にあったキムチ、美味しそうなホームメイド感のあるキムチを見つけて思わず購入。いい具合に辛くて巻き寿司のお供にしてみたり、妻は辛いのが苦手なので独占キムチに僕が満足でした。では最後に過去の自分に伝えたい一言です。まず心の根底に樽を知るがあるか問いかけよう。今自分に与えられている環境や状況にまず目を向けて充足感と感謝を感じることが大切だと思います。それがあればプラスアルファの消費に対してのありがたみや重みも変わってくるはず。僕自身すぐ忘れてしまうので、まず心の底にそれがあるかを自分に問いかけることを心がけます。最後まで見ていただきありがとうございました。 Thank you all for watching。 ぜひチャンネル登録お願いします。すでにご登録いただいた方ありがとうございます。またご質問ご意見アドバイスも気軽にコメント欄にお願いします。それではさよなら。